皆さんこんにちは、みなんとろです。今日はですね、私が去年購入した XP ペンアーティストプロ13.3の液晶タブレットを1年使ったのでレビューをしていきたいと思います。結果から言うと基本的にはすごい気に入っていていい、これならねコスパ抜群、買って満足と思っています。詳しく説明していこうと思います。その前に事前情報として、私の場合はイラストを描くときですね、クリップスタジオを使用しています。使用頻度としては趣味で描いているのでそれほど高くないです。年に 4,5 回色をしっかり塗ったイラストを描けば今年は描いたなと思うくらいの頻度で描いています。もしかしたらプロの方とかはね、違う意見が多いのかなと思いますけれども、そんな私でもなぜ買った方が良かったかなというと、液タブは絵を描かない時以外でも便利だからですね。それも後で詳しく紹介したいと思います。それではどうぞ。一つ目にサイズですね。このサイズがとてもいいです。私が買ったのは 13.3 なんですけれども、これはちょうど机の上に置ける最大サイズじゃないかなと思います。もちろん机の上に置けるっていう意味で言えば、文字的に言えばもっと大きいやつをね、置けると思うんですけど、内側にもう一つモニターがあるんですけれども、サブモニターとして使ってる場合は、この 13.3 がちょうどいいと思います。私の机は今160センチの横幅のものを使っています。それでもね、ちょうど、これより一回り大きいモニターを横に置いていて、で、これをサブで置いています。絵を描くときはこれを使うんですけれども、使わないときは、こうやって、これはブックスタンドなんですけど、この茶色い木のやつは、この後ろにさらに、ペンタブで描くときの台を置いて、なるべく机から垂直にするようにしています。そうすればね、モニターとしても見れやすいと思います。で、絵を寝転がって描くときがあるんです、私は。で、こういう人はあんまりいないのかな。私は絵を描くもう一つのツールとして iPad Pro も持っているんですけれども、なんかね、iPad Pro でクリップスタジオは買ってないんですよね。っていうのも月額制でお金がかかるっていうのが大きいです。あとはちょっとねiPad のサイズでクリップスタジオの、素材を使ったりするのはちょっと私には小さすぎるかなというふうに思っています。私がiPad で使っている時は Procreate っていうアプリを使ってるんですけれども、たまにもっと大きい容量の大きいイラストを描くときは液タブで描かなきゃいけないんですね。iPad のアプリだと限界があるので、そういう時に寝転がって工夫すれば寝転がって描くこともできます。それはこのサイズがね、ちょうど寝転がってこうやって取って持っていくのにちょうどいいサイズかなと私は思います。普通のノートパソコンぐらいかな。ノートパソコンの液晶ぐらいの大きさがっていう感じです。私の場合は液タブを使うときは基本的にデスクトップの PC につなげていますけれども、ノート PC につなげることも何回かありました。で、そのつなげること自体はすごい簡単ですね。ちょうどノートパソコンを2つ横に並べてるような感じになるので、ちょうどいいと思います。少し小さい作業環境であるのならば、ノートパソコンとこのアーティストプロの 13.3 インチの組み合わせでもすごいいいと思います。もちろん、動作はもしかしたら、パソコン、デスクトップよりは遅いと思いますけれども、はい、全然使えると思いました。で、私がもう一つ感動したことは、運営の対応がすごい早いんです。XP ペンさんって私、この液タブを買うまで全然知らない会社でした。今はね、知ってる人増えたと思いますけれども、それこそ私が買った、1年前は、まだワコムがね、一番ブイブイ言わしてる時でその時にちょっと不安だったんですけれども、運営の対応がすごくいいなと思いました。
というのも、私一度、ペンをね、壊してるんです。壊してるというか壊れたんです。はい。これがね、壊れてしまったんですよ。で、取り替えをね、していただきました。すごい早い対応で。1日2日ぐらいでね、対応してくれました。新しいやつを直してもらいました。まあちょっと詳しい、動画については別途用意したので、そちらをご覧ください。はい、XP ペンを買って、3ヶ月4ヶ月いや違うね、今7月30日なんですけれども、4月5月ぐらいから壊れていたペンを壊れていますよという連絡をですね、ついに1週間前ぐらいにサポートセンターの方に連絡しました。そしたらですね、すぐに交換してくれて、1週間以来で最初から最後の手続き、このペンが届くまで、新しいペンが届くまで対応していただきました。すごい早かったです。本当に感動しました。なかなかね、なんかこういうの最近体験してなかったんで感動しましたこっちが古いペンで、こっちが新しいペンですね。もうほとんど変わんなくて、素人目に見たら何が違うのって感じですけれども、書いてみたら意外と、まあね、今のところ初日だからかわかんないですけれども、正常に動いていました。交換をお願いしてよかったなと思います。何かね、疑問が一つでも思ったらサポートセンターに連絡した方がいいなとは思いました。まあ、せっかくお金払って買ってるんでね。はい。ぜひ、有効活用してみてください。で、そのサポートセンターの方に、ペンの芯を変えてくださいって言われて、ここですね。この部分。なんかどうやって、ここ引っ張っても取れないんですよね、普通に。で、どうやって取るんだと思って探したら、このペンの芯が入っている入れ物、ここにペン自体が入るやつなんですけど、ここのね、この細い中心の丸のところにペン先をぶっ刺してくるくるすると抜けるんですこれなかなか気づかないと思うんで共有しておきますね。ちょっと転がっちゃった。あ、取れた。わかったわかった。ちょっとコツがありますね。取るときには何ですか、ちょっと下とか上とかちょっとなぞる。あれね、ペン先が壊れてしまったんですけれども治りました。よく知らない会社で、新しい会社とかで一番怖いのってサポート面だと思うんですよ。私は老舗のところでいいところってサポートが充実してることが一番大きいと思います。でもこの会社もすごい、私としては手厚くサポートしてもらったなという印象です。今回は初期不良というか、壊れたのが3ヶ月ぐらいかな。使っていて3、4ヶ月ぐらいでちょっとおかしくなったんですね。なので初期不良みたいなものだと思います。で、気をつけていること、なるべく誤作動は起きないとは思うんですけれども、こちらも予防しようと思っているので、一つとしてはペンのボタンはなるべくいらないならつけないということをしています。ここにあるボタンが、たまに誤作動を起こすんですよ。というかこうやって書いていると、ボタンを間違えて押してしまうんですね。私の場合かもしれないね。そういうちょっと誤作動をなくすためにも、一つは消しています。こういう操作に関しては、他の企業のペンタブもあると思うんですけれども、ペンタブ設定用の、ソフトを、買った時に入れます。で、その時にですね、このように、ちょっと小さいかな。ちょっと小さいかもしれないですが、このように入れて、例えば、そうですね、ここにファンクションキーとか、無効とか、設定ができるので、そこで設定することができます。もう私としてはね、この2つで
もうサイズと対応がいいっていうのと、あと、まあ、もちろん買った時に言ったんですけど、別の動画で言いましたけれども、普通に書き心地がいいです。すごいね、ラスターレイヤーだっけ？紙の質感のある感じで、見た感じはそんな気にならないんですけれども、書くとね、すごい滑らかに書けます。ペンタブの中ではかなり気楽に書ける方だと思います。そう、こんな滑らかに書けます。最後に終わる前にですね、せっかくなので、私がどういうショートカットキーを使っているかも少し紹介したいと思います。まあ、どういう風に使っているかですね。まあ、ここでこのアプリで、ソフトで、どういうボタンをそれぞれどの部分につけるかっていう設定ができるんですけれども、私は上から順に回転ボタン2、スポイトボタン、ペン先を大きくするボタン、小さくするボタン、そして戻るボタンを使っています。主にですね。はい。まあ、回転ボタンっていうのは、はい。まずこれが顔だとしたら、この一番上でね、上下ボタンと左右ボタン入れてないか。左右ボタンは3番目に入れてます。で、この上から2番目のボタンで、ちょっとずつ回転するボタン入れてますね。で、この上の部分で一番下の4つ目は、ボタンを押すと、あとはマウスでね、マウスとかペンタブでももちろん、ペンでも回転できるやつで、回転するようにしています。はい。で、まあ、ここにあるのはもちろんズームアウトなので、このままで、ここ、下側の一番上はスポイトにしてます。スポイトはね、私かなり使います。はい。自分のカスタムしたパレットとかないのでね、こういう、ちょっと混ざった色で、ちょっとぼかしたいなみたいな時とかは、よく使いますね。なんかこういう黄色とか。はい。で、ここはペン先を大きくしたり小さくします。これね、私もかなり使う。やっぱり筆圧だけだとうまくいかない時が個人的に多いです。で、これは戻るボタンですね。最後に。戻るボタンは一番使うので下に置いています。個人的には一番下に一番使うボタンを置いてください。こうやって持ちながら、まあ、右利きかなだと、持ちながらこうやって書くと思うので、まあ、左利きだったらこれを反対にしてね、左利きも対応できますので。はい。ケーブルはこっちになっちゃうけど、ボタンはこっちに来て、同じように動作することができます。なので、はい。どちらにとってももう、良い、素晴らしい。本当はですね、消しゴムとペンの切り替えもやりたかったんですけれども、私が下手なのかうまくいかなかったので、登録していません。まあちょっとやり方を調べてね、今後、設定するかもしれないです。設定できるんだったらね、それをやった方がいいと思いますね。で、1年使ってみてちょっと気になるなと思ったのは、やっぱり一つ目はね、ペンの不具合があったことですね。まあこれは対応がすごい良かったというところはあるんですけれども、やはりそもそも論として、まあペンの不具合はない方がいい。あるよりはない方がいいと思いました。まあこれは運ですけどね。はい。多分何個も作っていたらもう複数個は不具合が起きることは当然だと思いますけれども。で、あとは若干ね、点灯が遅い気がします。これ、つけています。なんか若干遅いよね。他の液タブはどうなのかな？ちょっと気になります。本当に荒探しをしないといけないくらいの小さなことだと思います。気になることは。私は本当に気に入っていて、まあ、なんとね、あれですけど、やっぱ何度も言うかもしれないけど、やっぱりこれはサブモニターとして使えるので、何か作業したいなって思った時に、まあ、私はほとんどね、
作業をすることが多いですね、絵を描くより。で、なんかもう片方の画面で動画を見たり、ちょうどいいんですよね、これサイズが。あと配信とかもするので、その時にサブモニターがあるとすごい便利。うん。なんかコメント欄とかね、モデレーションするときに便利です。このくらいですかね。はい。いかがでしたでしょうか？ XP ペンユーザーも、近年増えておられると思います。で、購入検討している方たくさんいらっしゃるのかなと思います。私は本当におすすめしたいので、私も多分、これ壊れたとしたらまた XP ペンを買うと思います。なので、ぜひ少しでも皆さんの参考になれば幸いです。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録してくれると嬉しいです。このチャンネルでは、いろいろなことをやっておりますので、よろしければ他の動画も見てみてください。じゃ、バイバイ。